はい、今回は Amazon の Fire TV シリーズ、今年はどのモデルを買うべきかっていう話をしたいと思います。Amazon Fire TV は毎年全部のモデルが更新されるわけではなく、毎シーズン外れのモデルがあるというのは去年も一昨年もお伝えした通り。今年は一番安いモデルの Fire TV Stick HD が更新されており、4K 対応モデルの Fire TV Stick 4K と 4K Max、高性能モデルのキューブも更新されないまま。というわけで、今から1年間はこの4つのモデルで勝負するわけです。で、結論を最初に言ってしまえば、来年の2025年末に新しいモデルが出るまでは、昨年リニューアルとなった 4K もしくは 4K Max を選ぶべきです。特に今年は最新モデルこそおすすめできないモデルというわけでより複雑。新しい Fire TV Stick HD は4年前から全く進化していないし、一番高額な Fire TV Cube もすでに3年前のモデルですからね。正直ここ 2,3 年で買い替えをしている人なら買い替える必要性も薄い。その理由について今回は深掘っていきたいと思います。はい。まず最初に今回の動画の内容についてさっくりとまとめておきました。まず現行モデルの Fire TV がどれなのかっていう話ですね。今年は一番安いモデルが更新となり、過去モデルもひっそり値上げするというイレギュラーパターン。Fire TV Cube 以外の3つのモデルが値上がっちゃって、どれがお得なのかっていうのもよくわからなくなっちゃってるし、この流れをしっかり把握することで無駄な出費も抑えられるとも思っています。そして現在発売されている4つのモデルの違いについて、具体的なスペックの違いだけでなく、実際に使った動作スピードの違いについても検証しています。この辺は前年も検証したのですけど、今年は Fire TV が Xbox クラウドゲーミングにも対応しましたからね。我が家も Wi-Fi 7に対応となりましたので、この辺も含めて再度検証したりもしています。また、ストリーミングデバイスって Amazon だけでなく Google の Chromecast や Apple の Apple TV もあり、今年は Google の新モデル Google TV ストリーマーが登場したってのも大きい。Fire TV シリーズだけでなく他社のデバイスと比べてどうなのか、他社のスペックは他社は値上げしたのか、その辺を含めて Amazon デバイスも再評価したい。あと Amazon デバイスってセールで安くもなっちゃうので、定価で評価するのもどうなのよってのも思ってる。セール歩きの Amazon 価格だとも思っているので、セールのタイミングや過去のセールでどのくらい安くなったのかって話もできればと思っています。昨年末の動画でも言ったんですけれども、Fire TV のスペックってここ数年高止まりしてるんですよね。特に今年は進化してないモデルを新モデルとして発売しちゃって、いよいよ本格的にスペックは高止まり。値上げもしまくりなわけで、そんな中どれを選んだら良いのかって話ですね。概要欄には目次も作ってありますので、ごちゃごちゃうるせえなってところはすっ飛ばしていただいて、お好きなところから見ていっていただけると幸いです。それでは行ってみましょい。はい、それでは歴代 Amazon Fire TV と現行モデルについて話をしたいと思います。今年度の最新モデルは2024年10月に発売された Amazon Fire TV Stick HD となるんですけれども、今年のモデルには世代表記がなくなってるんですよね。4K と 4K Max は第2世代で、キューブは第3世代。で、どれが新しいモデルで、どれが高性能なのかって話。Fire TV シリーズってモデルの名称が変われば世代も変わるので、この第何世代っていうのは全く意味のない表記なんですよね。これによりどれが最新モデルなのかわからなくなっている。わかりづらくしているんじゃないかなと。今年は Fire TV シリーズの比較表からも発売年の項目が消えているから、やはりやってるんじゃないかなって思っちゃうよね。Fire TV は他の Amazon デバイスとも世代表記のルールも異なるってのも厄介であり、ついにこの世代表記のルールも崩壊。今まで Fire TV はリニューアル回数に対し、Kindle とか Fire タブレットは発売年で世代を表記していたのですけれども、今年は最新の Fire タブレット、Fire HD8 も2年前の第12世代から進化せず、新たに第12世代を販売するという謎。Fire TV シリーズも名称が変わったから世代表記をしていないのか、それとも従来の第3世代 Fire TV スティックから進化してないから新しいモデルでは世代表記を削除したのか、そもそも世代表記をしないことにしたのか、もう世代表記のルールもぐっちゃりぐちゃぐちゃになっちゃって、ほんとどれがね、最新モデルなんか全然わかんない。というわけで今年も発売日順に並び替えてみました。左からは Fire TV Stick、Fire TV、Fire TV Stick、Fire TV、Fire TV Stick 4K、Fire TV Cube、Fire TV Stick、Fire TV Stick 4K Max、Fire TV Cube、Fire TV Stick 4K、Fire TV Stick 4K Max、Fire TV Stick HD となります。Amazon の Fire TV シリーズは1年に1度のタイミングで更新されてきてますので、Fire TV Stick の HD モデルがリニューアルとなった今年は、Fire TV Stick の 4K と 4K Max、そして Fire TV Cube はリニューアルせず、Fire TV Stick HD が最新モデルとなるわけです。
Amazon デバイスでは最新モデルが発売されると過去のモデルは販売されなくなるので、現時点で購入できるのは右側の4つのモデルのみとなります。第3世代の Fire TV Cube と第2世代の Fire TV Stick 4K と第2世代の Fire TV Stick 4K Max と世代表記のない Fire TV Stick HD となるわけです。この中で2024年に発売された Fire TV Stick HD は、あたかも今年リニューアルした最新モデルのように販売されていますが、実は2020年に発売された Fire TV Stick 第3世代と比べて全くと言っていいほど進化してない製品なので気をつけてください。去年の比較動画でも2023年の第2世代 Fire TV Stick 4K が2021年に発売された第1世代の Fire TV Stick 4K Max に比べて劣ると言いましたが、2024年に登場した Fire TV Stick HD というモデルは2020年に発売された第3世代 Fire TV Stick と同じモデルであり、名前を変えているだけ、リパッケージしただけと言っても過言ではないのです。実際のところは去年のラインナップと全く変わってないし、ここ3年ほど Fire TV シリーズのスペックはほとんど向上していないのです。大きく変わっているのが販売価格。2022年に Fire TV Cube が5000円値上げをし、2023年に 4K Max を3000円値上げ。従来の 4K Max より低スペックなモデルを 4K モデルとして500円値上げして発売したというのが去年までの流れ。今年の2024年はさらにこの2つのモデルを値上げし、従来の HD モデルを2000円値上げをして新たに販売開始したというわけです。非常にややこしい理由がなんとなくわかりましたね。2つの 4K モデルがさらに値上がったことにより、HD モデルと 4K モデルの間の価格差は5000円へと広がってしまうわけで、その価格差を埋めるため HD という名称にリネームして販売開始したんじゃないかなと。HD と 4K の価格差は3000円。4K と 4K Max の価格差も3000円ですからね。毎年新モデルを出さなきゃっていう使命もあるでしょうし、値上げをオブラートに包みたかったっていうのもあるんじゃないかな。というわけで、新しいモデルだから高性能とは言えなくなっており、値段が上がったから高性能になったってわけでもない。むしろコストパフォーマンスは年々悪くなっているのです。そして最新モデルが発売されると過去のモデルは購入できなくなるというのも厄介なところ。Fire TV は1年に1回、1つのモデルしか更新されないということで購入するタイミングも非常に重要なのです。これどういうことかというと、現行モデルは4つモデルがあるんですけれども、この4つのモデルは全部発売された年度が異なるのです。今年に限って言えば6980円の Fire TV Stick HD が最新モデルなんですけれども、最新モデルなのに一番スペックは低く、中身は2020年に発売されたFire TV Stick 第3世代と同じだということ。かといって4年前の Fire TV Stick 第3世代はもう4980円では購入できないし、進化がしないまま値上がってしまった HD モデルを買うのかといえば私はないと思うんですよね。まあただね、スペックはあくまでスペックですからね。実際の使用感の違いはスペックだけ見てもよくわからないと思いますので、具体的に何が違うのかっていうところをこれから見ていきたいと思います。はい。それではまず最新の Fire TV Stick HD がどれくらい進化していないのかってところをさっくりと。過去モデルとの比較となりますので、不要な方はすっ飛ばしてください。これ何度も言ってますけど、2024年発売ってなってる最新モデルの Fire TV Stick HD は、2020年に発売した第3世代の Fire TV Stick から全く進化していません。まずスペック比較なんですけれども、はい、びっくりするぐらい同じです。とはいえ、さすがに4年も経過しているので、まさかそんなはずはないよねってことで、6980円も払って検証してみました。左上が第3世代の Fire TV Stick。右上が2024年に発売された Fire TV Stick HD となります。4年も前に買ったモデルは劣化してるはずだし、ソフトウェアとかの微妙な違いもあるから、ちょっとくらいは差が出るかなって思ってたんだけど、まあびっくりするぐらい同じでした。本体の起動速度からアプリの起動速度、カーソルの速度から何から何まで同じ。さらにびっくりしたのが、本体のデザインも一切変わってないんです。近年発売されているモデルでは、Fire TV って文字が入るようになったのに、Fire TV って入る前のデザイン、やっぱり4年前のモデルそのままなんです。もちろんマイクロ USB。比較して気づいちゃったのがモデル番号 S3L46N っていう英数字までも全く一緒だってこと。4年前から進化していないのではなく、本当に全く同じモデルなのです。あえて違いを挙げるとすれば付属するリモコンです。新しいリモコンは従来のリモコンに比べて電池交換がしやすくなったのが一番のポイント。縦並びから横並びに変更になっており、電池カバーが開けやすくもなっています。あと、丸みを帯びていたデザインからちょっと角張ったデザインに変更となっており、プラスチックも固めでボタンの押し心地も良いです。
テカテカ感もなくなってマットな質感になってちょっと見た目は良くなったかな。ただ Fire TV に付属するリモコンって本体の発売日に関わらず常にアップグレードされる仕組みなんですよね。新モデルに関わらず新型のリモコンが出れば他のモデルでも新しいリモコンに切り替わるということ。2020年に Fire TV Stick 第3世代が登場した時には、第2世代の Alexa 対応音声認識リモコンでしたが、2021年の Fire TV Stick 4K Max 第1世代の登場とともに、第3世代の Alexa 対応音声認識リモコンに切り替わり、2024年の Fire TV Stick HD の登場で、昨年発売された Fire TV Stick 4K も、今購入すれば最新の Alexa 対応音声認識リモコン、2024年モデルが付属するのです。ちょっと何言ってるかわかんないと思うんですけれども、これお気づきでしょうか？2024年度の新型リモコンでは名称変更していないのに世代表記が消えちゃってるんですね。発売年度だけ表記するようになっている。ついにリモコンまでも世代表記がなくなっている。いやほんとこれどういう戦略？というわけで続いて現行モデルとの比較をしていきたいと思います。はい、それではここからが今回の本題。現在発売されている Fire TV シリーズの比較です。値段が安い順番に2つずつ比較していきたいと思います。まずは Fire TV Stick HD と Fire TV Stick 4K の2つですね。左側が一番安い Fire TV Stick HD、右側が 4K 対応モデルの Fire TV Stick 4K となります。スペックの部分では CPU、GPU は一緒であり、主に違うのが解像度。4K モデルは 4K Ultra HD に対応しており、HDR 規格も Dolby Vision まで対応しています。HD モデルがメモリ 1GB に対し 4K は 2GB と向上しており、ARC や Wi-Fi 6対応となっているのも大きな違いです。ARC って何なのかっていうと、Alexa ホームシアターを設定した際に、エコーのスピーカーをテレビのスピーカーとして使うことができるというもの。Fire TV は、エコーとワイヤレスで連携させることが可能であり、Amazon のエコーシリーズは音質のコストパフォーマンスも高い。例えば、エコーやエコースタジオを使えば、テレビから出るすべての音を簡単に高音質にもできるのです。また、4K モデルは2024年に Xbox クラウドゲーミングにも対応となっています。自宅にゲーム機も不要で、高スペックが必要な Xbox のゲームまでもプレイ可能へ。あと、細かいところでは Fire TV Stick 4K の方は Amazon のスマートホームカメラ、リング、ドアベルといったカメラのピクチャーインピクチャ表示にも対応しています。ピクチャーインピクチャ表示できるのはいいんですけれども、このリングっていうカメラ自体がちょっと微妙なんですよね。私にはちょっと使いこなせなかったので特に重要じゃない機能だと思っています。はい、続いて外観の違い。左側が Fire TV Stick HD、右側が Fire TV Stick 4K の第2世代となります。Fire TV Stick 4K の方がちょっと長くなっており、丸みを帯びたデザインとなっています。ロゴのデザインが変わっていて、Fire TV って書いてある方が 4K なんですよね。そこは 4K とか分かりやすく区別してほしいって毎年言い続けてるのが私。入出力端子の数は変わらず、給電用の USB 端子のみ。2020年から変わらずひたすらにマイクロ USB。未だに Type-C ではありません。付属品は電源ケーブルと USB アダプタとリモコンであり、リモコンはどちらも最新の Alexa 音声認識リモコンが付属します。リモコンが新しくなれば本体に付属するリモコンが切り替わるというのは先ほど申し上げた通りです。はい、ここまでをまとめると Fire TV Stick と 4K の違いは、解像度の違いだけでなく機能的な面でも違いがあるということ。そして 4K モデルは解像度だけでなくメモリ、Wi-Fi と性能も上がっている上位モデルだということ。実際のところこのスペックの違いでどれぐらい動作スピードが速くなっているのか気になりますよね。というわけで続いて検証していきたいと思います。左側が Fire TV Stick HD、右側が Fire TV Stick 4K の第2世代となります。公平を期すために全てのモデルは初期化して全てのモデルは最新ソフトウェアにアップデート。映像表示しているディスプレイも全く同じ 4K HDR 対応のディスプレイで検証しています。使ったディスプレイはミニ LD パネルで HDR1000 まで対応しているイノくんさんの化け物ディスプレイ 32M2V。こちらは提供品を使用してるんですけれども、控えめに言っても素晴らしいパネルでしたので、その映像美が少しでも伝われば幸いです。はい、それではまず同時にコンセントを挿して起動の速度から。今これ4倍速で再生してるんですけれども、起動の時点で 4K の方がちょっと速いのがわかるんじゃないかなと。続いてカーソルの移動速度ですね。同時にボタンを長押ししてカーソルの移動速度を比較しようとしてるんですけれども、左側がかなりもたついている感じ、お分かりになりますでしょうか？カーソルを動かして映像が映るまでの時間もだいぶタイムラグがあります。続いてアプリの起動速度。同時にボタンを押してアプリを起動してるんですけれども、左側の HD モデルはやっぱり遅いですね。
ボタンを押してから反応するまでもワンテンポ遅いし、動画を読み込む時間もちょっと遅いです。プライムビデオだけでなく他のアプリも遅いんですよね。今これ TVer なんですけれども、再生してからちょっと時間差大きいですね。この辺のところは4年前のモデルから進化していないって時点で分かってはいたんですけれども、やっぱり Fire TV Stick HD は遅いです。YouTube、Netflix、Unext、TVer といろいろ試しましたけど、やっぱり遅いですね。遅いのは否めない。Amazon フォトの表示速度も比べてみるとだいぶ遅く感じます。最後にインターネットの通信速度。Fire TV Stick HD は Wi-Fi 6見たようなんで、通信速度にも差が出るかなと思ったんですけれども、実は Wi-Fi 5でも Wi-Fi 6でも変わらないというのが現実でした。我が家では Wi-Fi 5でも 300Mbps から 400Mbps ぐらいは出るんですよね。はい、というわけでスペックを見る限りだと処理スピードに違いがないように思えるこの2つのモデルなんですけれども、実際使ってみると体感できるほどの違いがあるということ。最新モデルなのに4年前から進化してないってのも明らか。4K テレビでは使わないから HD を選ぶっていう話ではなくて、サクサク快適に使いたいなら 4K モデルにした方が良い。機能的な部分では ARC や Xbox クラウドゲーミングに対応してるってのも大きな違いだと思っています。はい、続いて Fire TV Stick 4K と Fire TV Stick 4K Max の違いについて。いずれも2023年に発売された 4K モデル同士、廉価版 4K モデルと上位の 4K モデルでは何が違うのかっていう話ですね。この2つのモデルをスペック比較してみると、値段が3000円ほど異なり、CPU と GPU とストレージ容量と Wi-Fi 性能が向上しています。4K Max では CPU は同じクワッドコアで 1.7GHz から 2GHz へ。GPU は 650MHz から 850MHz。ストレージ容量は 8GB から 16GB。Wi-Fi 性能は Wi-Fi 6から Wi-Fi 6E へと向上しています。4K Max の第2世代では 4K Max だけの新しい機能としてアンビエントディスプレイも追加されています。アンビエントディスプレイって何なのかって言ったら、テレビの画面が Amazon のエコーションみたいになると考えると分かりやすいかなと。Fire TV の待機画面でウィジェット表示ができる機能なんですけれども、ただこれ対応ウィジェット少ないし、テレビではタッチ操作できないし、ちょっと微妙でしたっていうのは去年の 4K Max レビュー動画でもお伝えした通りです。はい、続いて外観と付属品の違い。第2世代の Fire TV Stick 4K は第2世代の Fire TV Stick 4K Max と全く同じ形状となっています。どうやって見分けつけるのこれってぐらい全く一緒です。もちろんマイクロ USB。4K も 4K Max も Fire TV としか記載されてないんですよね。これ2ついじっててどっちがどちらだかわからなくなったっていうのは言うまでもなく、小さく書いてあるモデル番号を見つけてそれで判断した次第です。K3R6AT って書いてある方が 4K Max ですね。付属品もリモコン以外は全く同じでした。第2世代の Fire TV Stick 4K Max のリモコンはエンハンスドリモコンとなっており、第3世代の Fire TV Cube 付属のリモコンと全く同じです。4K 付属のリモコンとエンハンスドリモコンの違いは、最近のアイテムボタンと設定ボタンが追加されているだけ。そのため、リモコンの全長がちょっと伸びている感じですね。Alexa 音声認識リモコンは2024年にリニューアルとなりましたが、エンハンスドリモコンは2022年からリニューアルしていないので、質感や電池の入れやすさという点では 4K モデルに劣る気がするんだけど、これはまたいつ更新されるかわかりませんので参考までに。というわけで Fire TV Stick 4K と 4K Max の違いは主に処理スペックの部分が違いますよっていう話でした。アンビエントディスプレイっていう機能の差はあるんですけれども、結局のところ処理スペックの差に尽きるんですよね。3000円ほど値段が上がってどれぐらい処理スピードに差が出てくるのか。続いて実際の動作スピードの違いを検証してみたいと思います。左側が Fire TV Stick 4K、右側が Fire TV Stick 4K Max となります。まずは同時にコンセントに電源を挿して起動時の速度から、微妙に右側の 4K Max の方が速いかな程度の差ですね。続いてカーソルの移動速度。こちらもどうでしょう。言われてみれば違うかな程度ですね。4K Max の方が微妙に速いような気がしないでもない。続いてアプリの起動速度。まずはプライムビデオから。スクロール速度や動画が再生されるまでの時間は大差ないですね。同じ 4K モデルということで 4K 画質になるまでの時間も比較してみたんですけれども、正直違いがわからないというよりは 4K の方が早かったりもすることがあったんで、この辺は何とも言えません。両モデルともだいたい1分ぐらい経過すればウルトラ HD 画質にはなるんですけれども、たまに 4,50 秒でウルトラ HD って表記されることもあるんですよ。先ほどと同じく Unext、Netflix、TVer、YouTube とかで比較してるんですけれども、ほぼほぼ僅差で違いはわからないですね。
稀に右側の 4KMAX の方が早いかなぐらいの話です。先ほど HD モデルと 4K モデルでは大きな差があった TVer なんですけれども、4K と 4KMAX ではちょっと 4KMAX の方が早いかなぐらいです。何回も繰り返してなんとか差が出るように頑張ってみたんですけれども、やっとこれでちょっと差が出るというのが現実でした。Amazon ほどの動作スピードもやはり変わらないですね。4K も 4KMAX も滑らかに画像表示されており、画像を選択してからの表示速度も速いんで、あんまり違いはわからないですね。第2世代の 4KMAX ではメモリの容量が 8GB から 16GB に増量した。ということで、ゲームのようなちょっと容量の大きいアプリも入れられるようになっています。GPU スペックの比較をしようと思って 4K モデルの方にもゲームアプリを入れたんですけれども、これはストレージ容量が足らなくてゲーム起動できなかったってオチですね。ゲームプレイという点で比較するなら2024年に対応となったクラウドゲーミング、Xbox クラウドゲーミングの起動速度やスクロール速度、比較してみれば 4KMAX の方が早いのかなという程度ですね、これも。実際のゲームプレイにおいてはどちらもあんまり変わらないなという印象です。ゲームを変えたり、時間帯を変えたり、いろいろとプレイしてみたんですけれども、どちらも思った以上に快適にプレイできてしまいびっくりしたのが正直なところ。そしてクラウドゲーミングは通信環境の影響の方が大きいとも感じました。というわけで最後にインターネットの通信速度の比較へ。第2世代の 4KMAX では Wi-Fi 性能も Wi-Fi 6 から Wi-Fi 6E に向上したわけで、我が家も Wi-Fi 7対応のルーターに交換し、Wi-Fi 6E の 6GHz 帯も使って検証したんですけれども、通信速度は変わらないですね。むしろ同じルーターでも 6GHz 帯の方が遅かったりすることが多いという結果、ルーターもすぐ近くに置いているので電波強度も高いはずなんですけれどね。実際の通信速度は先ほどの HD モデルと同じく、ストリーミングゲーミングも 100Mbps ぐらい出れば十分快適にプレイできますからね。賃貸の集合住宅では 10Gbps が使える光回線って稀だとも思うし、残念ながら我が家も最大 1Gbps のプランを契約しているので、この辺が限界値。一般家庭の Wi-Fi 環境としてご容赦いただけると幸いです。少なくとも Wi-Fi 6E ってだけで通信速度は上がるわけではないので、勘違いしないように気をつけてください。はい。というわけで 4K から 4KMAX で CPU、GPU、ストレージ容量、Wi-Fi 性能と微妙に進化はしているんですけれども、どれも微妙な進化であり、動作スピードに影響するほどの違いはないってことです。3000円の差額を考えるとちょっと物足りないっていうのが正直なところでした。はい。続いて Fire TV Stick 4KMAX と Fire TV Cube を比較していきたいと思います。Fire TV 4KMAX が 12,980 円に対し、Fire TV Cube は 19,980 円と約 1.5 倍の価格差となっています。スペックも大きく違うんですけれども、一番の違いは Fire TV Cube はスマートスピーカー内蔵モデルだということ。これによりハンズフリー音声操作も可能となっています。リモコンがなくても Fire TV を操作できるっていうのもあるんですけれども、Amazon のスマートスピーカー、エコーと同じようなことができるって考えた方がわかりやすいかと。スペックも CPU がクワッドコアからオクタコアへと向上しており、処理速度という点では Fire TV Cube の方が上な気がするんですけれども、GPU 性能は 4KMAX の方が上であり、Wi-Fi も 4KMAX の方が新しい世代の Wi-Fi 6E に対応しています。この辺のスペックがどう関わってくるのかっていうのは、あーだこうだ言っててもわからないので、後ほどしっかりと検証したいと思います。続いて外観と付属品の違いについて。Fire TV Cube は Fire TV Stick に比べてできることが多いので、デバイス自体のサイズも全然違います。Fire TV Stick に比べるとだいぶ重くて大きいんですよね。サイズが大きいだけでなく入出力端子も増えており、HDMI 入力によるアップスケーリング機能があり、イーサネットポートも内蔵し、USB-A 端子もついています。Fire TV Cube はビデオ通話機能があるので、ウェブカメラを USB 接続してビデオ通話もできるってことですね。Fire TV Stick とは違い、マイクロ USB 給電ではなく専用の AC アダプターも付属しています。Fire TV Cube は HDMI 内蔵していませんので、HDMI ケーブルを接続する必要があり、HDMI ケーブルは本体に付属していませんので、4K 対応ケーブルも別で購入しなければなりません。ケーブルも一緒に購入するとなると2万円を超えちゃうわけです。付属するリモコンはどちらも同じエンハンスドリモコンが付属しています。約2万円もする Fire TV Cube なんですけれども、プロリモコンは付きませんので勘違いしないように気をつけてください。プロリモコンはあくまで別売り、3980円もしちゃいます。はい、というわけでここまでをまとめると、Fire TV Cube はただ高性能なモデルっていうわけではなくて、できることが大幅に増えているデバイスだということ。
ただ、これらのできることってすべてエコーでできるんですよね。スマートスピーカーとしての機能は Fire TV にはいらないですし、Fire TV シリーズにはエコーと連携をする Alexa ホームシアターという機能もありますからね。エコーと連携することで Fire TV も進化を発揮できるし、そもそもの話、動画再生するだけなら高スペックも活かせないわけで、Fire TV Cube っていうモデル自体が微妙なんですよっていうのは一昨年の動画でお伝えした通り、結局のところはどれぐらい高性能なのかっていうところに行き着くと思うんですよ。12,980 円から19,980 円になることで、どれぐらい動作スピードは速くなっているのか、続いて検証していきたいと思います。左側が Amazon Fire TV Stick 4K Max の第2世代。右側が Amazon Fire TV Cube の第3世代となります。Fire TV Stick 4K Max も速いと思ってたんですけれども、比べてみるとだいぶ違いました。起動の時点で Fire TV Cube の方が速かったです。続いてカーソルの移動速度。4K Max も十分速いんですけれども、キューブと比べてしまうと、キューブの滑らかさが際立ちます。今これ2倍速なんですけれども、Fire TV Cube の方が圧倒的にカーソル速度が速いのがわかりますかね。続いてアプリの起動速度。Fire TV Cube では読み込みマーク、ぐるぐるぐるっていうやつが表示されないくらいに速いです。動画の再生速度に至ってはあんまり変わらないと思うんですけれども、カーソルの移動速度がどのアプリでもちょっと速いような気がしました。Netflix、Unext、YouTube、TVer、いずれも微妙に Fire TV Cube の方が早かったです。特に顕著な違いを感じたのか、4K 動画を再生した時の 4K 画質になるまでの速度ですね。プライムビデオで 4K 動画を再生すると、Fire TV Cube ではすぐにウルトラ HD 画質になるんですよね。Fire TV Stick 4K Max の方は30秒から1分ぐらいはかかるんでだいぶ違うなと感じました。Amazon フォトの表示速度も Fire TV Cube の方が比べてみれば微妙に速かったです。この辺は 4K Max の方でも十分快適に閲覧できていたので誤差の範囲だとは思いますけどね。GPU 性能が微妙に違うということでゲームアプリで比較したりもしてみたんですけれども、正直違いはわからなかったし、そもそも Fire TV にゲームをインストールするのかっていうのもある。4K Max も Fire TV Cube もストレージ容量は 16GB しかありませんからね。Fire TV でやるなら現実的なのが Xbox Cloud Gaming。こちらも起動の時点で明らかに Fire TV Cube の方がサクサクでしたが、実際のゲームプレイでの快適性や遅延となると判断は難しいところ。クラウドゲーミングって本体スペックや Wi-Fi 環境、固定回線速度だけでなく、オペレーションシステムやアプリ、プレイするゲームソフトによっても違うし、プレイする時間帯、サーバーの混み具合によっても変わってしまうので一概には言えないんですよね。ただ、処理スペックの差は少なからず影響があると感じています。処理詰まりって言うんですかね。これ右上が 4K、左下が 4K Max、右下がキューブなんですけれども、アプリの起動、スクロールの時点で明らかに違います。クラウドゲーミングっていろいろなゲームを楽しめるってのも売りなので、こういう読み込み待ちの時間も結構ストレスなんだなと思いました。あと、Fire TV Cube は Wi-Fi の速度も速いってのも大きいかなと。Fire TV Stick 4K Max では Wi-Fi 6E に対応してるんですけれども、実際の通信速度では Wi-Fi 6の Fire TV Cube の方が速いんですよね。Cube は 2×2 の MIMO に対応しており、2つの送信アンテナと2つの受信アンテナが使えるっていう違いがある。実際 4K Max では 400Mbps ぐらいまでしか出ないんですけれども、Fire TV Cube では 400Mbps から 500Mbps ぐらいは出る感じです。ちなみに Fire TV Cube のイーサネットは 100Mbps までしか対応してないので気をつけてください。イーサネット内蔵と言ってもギガビットイーサネットには未対応なので、有線 LAN で接続するよりも無線の Wi-Fi の方が通信速度は速いのです。これは Fire TV Cube に限った話でもなく Fire TV シリーズの共通事項。Fire TV Stick に別売りのイーサネットアダプターを購入しても通信速度は向上しませんので勘違いしないように。Xbox ゲームパスのために有線 LAN でプレイしても改善するどころかむしろ劣化する可能性が高いってこと。いずれにせよ処理スペックも Wi-Fi 性能も Fire TV Cube の方が圧倒的に上だってこと。ただ Xbox クラウドゲーミングのために2万円も出すかって言われればないでしょう。それほどの差はありませんし、私なら素直に Xbox を購入するかなとも思いました。はい、続いてライバルデバイスとの動作スピードの比較をしていきたいと思います。Amazon Fire TV Stick のライバルデバイスといえば、やっぱり Chromecast ですよね。2024年8月に従来の Chromecast シリーズは生産終了が発表となり、9月に登場した Google TV ストリーマーに一本化することが決定となりました。ただ、Chromecast の在庫がなくなるまでは販売継続であり、サポートも継続する予定。現在も販売されているのは HD モデル、4K モデルと高性能モデルの3択であり、2024年末の現状は Fire TV と似たようなラインナップとなっているのです。と
というわけで、まずは一番安い価格同士、HD モデル同士で比較をしていきたいと思います。左側が Chromecast with Google TV の HD モデル。右側が Fire TV Stick HD。発売した当初はどちらも4980円と価格は一緒だったのですが、2024年の Fire TV Stick の値上げにより2000円の価格差が生まれています。発売日は Chromecast の HD モデルの方が2022年のモデル。対して Fire TV Stick HD は2024年のモデルなのですが、事実上は2020年のモデルというのは先ほど申し上げた通り。実際のところは Chromecast の方が2年ほど新しいことになりますね。スペックだけ見てみるとそんなに大差はないんですけれども、Chromecast の方はメモリが 1.5GB となっているので、ちょっとだけ高性能なのかなっていう感じ。というところで実際に動作スピードを検証してみたいと思います。実際2つのモデルで同時にアプリを起動してみると、若干 Chromecast with Google TV の方が早い気がしました。YouTube、Netflix、Unext だけでなく Amazon プライムビデオも左側の Chromecast with Google TV の方が早かったですね。あと、Fire TV ではモデル前にできることが異なっていましたが、Chromecast でできることは HD モデルも 4K モデルも変わらず、基本的な違いは解像度の違い、処理スペックのみ。例えば Fire TV の HD モデルは Xbox クラウドゲーミング未対応でしたけど、Chromecast の HD モデルでは GeForce Now の起動も可能だったりもする。Fire TV Stick HD ってこれで最新モデルなんですよね。生産終了が決まっている Chromecast の HD モデルよりも高額になっちゃって、しかもスペックでも劣る。やっぱりあえて買うようなデバイスでもないと思っています。ただ、Chromecast の HD モデルの方もあんまりおすすめできないデバイスなんですよね。この辺のところは2年前の動画でも解説したんですけれども、どちらを買うにせよ 4K モデルにした方が良いと思うのでした。はい、続いて 4K モデル同士で比較していきたいと思います。左側が Chromecast with Google TV の 4K モデル。右側が Amazon Fire TV Stick の 4K モデルとなります。価格は Chromecast 4K の方が7600円で、Fire TV Stick 4K の方が9980円。こちらも昨年までは Fire TV の方が安かったんですけれども、今となっては Chromecast の方が安いのです。差額は約2500円ほどで、Fire TV Stick 4K の方が3年ほど新しいモデルとなります。こちらもスペックだけ比較してみるとあんまり違いはないのかなって気がしてたんですけれども、実際比較してみると微妙に違いました。左側の Chromecast の方がちょっとカクついてるんですよね。スクロールしようと思ってボタンを押したままにしてるんですけれども、ちょっと滑らかじゃない気がする。Fire TV Stick 4K の方がアプリの起動速度も速くて、カーソルの移動速度も速く感じました。ただ、動画が再生されるまでの時間はそんなに変わらないんですよね。4K 動画も高画質になるのは Chromecast の方が早かったりもしています。この辺は誤差の範囲なんじゃないかなと。一応通信速度も計測してみました。Chromecast は Wi-Fi 6未対応なんですけれども、Wi-Fi 6対応の Fire TV Stick 4K と比べても全く遜色ない通信速度が出ています。ちなみに Fire TV Stick 4K Max とも比較してみたんですけれども、Fire TV Stick 4K との比較と全然違いがわからなかったんで割愛させていただきます。先ほど Fire TV は 4K と 4K Max の比較でそんなに動作スピード変わんないよって話でしたからね。Chromecast の 4K よりも Fire TV Stick 4K Max の方が速いということです。はい、というわけで、処理スピードっていう点だけで比較しちゃうと、Fire TV Stick 4K の方が高スペックだよって話になるんですけれども、Fire TV シリーズが値上げとなった今ではこの辺は何とも言えませんよね。Chromecast シリーズの価格は据え置きで、コスパは高くなってるんですが、こっちはこっちですでに生産終了が決定しているから、在庫処分価格と考えれば妥当。今後も長く使い続けたいっていうのであれば、最新の Google TV ストリーマーを選んだ方が幸せでしょう。というわけで、高性能モデルの比較へと続きます。はい、続いて高性能モデルの比較となります。左側が Google TV ストリーマー、右側が Amazon Fire TV Cube となります。価格は Google TV ストリーマーが 16,000 円で、Fire TV Cube が 19,980 円。Google TV ストリーマーは2024年の最新モデルで、対する Fire TV Cube は2年前に発売したモデル。Cube がオクタコアに対し、Google TV ストリーマーがクワッドコアなんだけど、メモリとストレージ容量は Google TV ストリーマーの方が倍。正直スペックだけ見ても判断できないわけで検証できる範囲で比較してみました。まず起動速度はどちらも大差なく、スクロール速度もどちらも速いですね。アプリ前にスクロール速度が異なるものもありますが、これは表示方法の違いによるもののような気がする。どちらもサクサク動いてるから体感できるほどの違いはないですね。Google TV ストリーマーの難点は Wi-Fi 6に未対応であり、Wi-Fi 5までの対応となっていること。
実際通信速度を計測してみると Wi-Fi 6で MIMO 対応のキューブの方がちょっと速い気がしました。ただ有線 LAN の速度では Google TV ストリーマーの方はギガビットイーサネットに対応。有線では Google TV の方が高速通信が可能となっていました。はい。というわけで、処理スペックという点で微妙な差異はあるものの、どちらも高性能デバイスであることは間違いないので、ここまで来ると高性能かっていうよりも、この高性能デバイスを使って何がしたいのかって話になるんじゃないかなと。Fire TV と Google TV では全然できることも異なりますからね。Google TV は Android TV OS であり、Amazon の Fire OS とはアプリも異なるわけで、例えばクラウドゲーミングでは Fire TV が Xbox クラウドゲーミングに対し、Google TV ストリーマーが GeForce Now だったり、機能面では Fire TV は Echo との連携によるワイヤレスホームシアターに対応しているのに対し、Google TV では Google Nest Audio と連携してホームシアター環境は作れません。ただ、イヤホン連携では Google TV は Pixel Buds Pro で空間オーディオに対応していたり、Android スマホを筆頭とする Google デバイスを使っているなら、Google TV ストリーマーの方が幸せになれる人も多いんじゃないかなと。この辺の Google TV ストリーマーでできること、メリットデメリットについては Chromecast からほとんど変わってませんし、Chromecast でできることも以前の動画で解説していますので、よろしければそちらもご覧いただけると幸いです。まあ Google は現在の在庫がなくなり次第終了しますよって言ってるのは潔いですよね。少なくとも4年前のモデルを新モデルとして販売して値上げしたりもしないわけで、うっかり間違って買っちゃうリスクがないってのは非常に良心的だと感じました。はい、続いてもう一つのライバルデバイス、Apple TV 4K との比較をしていきたいと思います。Apple TV と比較するとなると、やっぱり最上位モデルの Fire TV Cube ですね。Fire TV Stick 4K Max では太刀打ちできそうにありませんし、実際に比較してみたところ、やっぱり Apple TV の方が圧倒的に早かったですからね。Fire TV Cube と Apple TV 4K、フラッグシップモデル同士、どっちが早いのかっていうのを見ていきたいと思います。いずれも2022年のモデルなんですけれども、価格は Fire TV Cube が 19,980 円に対し、Apple TV 4K が 19,800 円。スペックを比較してみると、Apple TV 4K の CPU は A15 Bionic チップなんで、おそらく6コアに対し、Fire TV Cube はオクタコア。メモリ、ストレージ容量では Apple TV 4K の方が優れています。Apple の方は独自チップなんで一概には比較できないんですけれども、スペックをパッと見た感じでも Apple TV 4K の方が高性能で、値段がまさかの Amazon デバイスよりも安いというミラクル。この格安な Apple TV がどれぐらい速いのかっていうのを実際にスピード比較していきたいと思います。左側が Apple TV 4K の第3世代、右側が Fire TV Cube の第3世代となります。単純に動作スピードを比較してみると、Apple TV 4K の方がサクサク動く印象。Fire TV Cube も処理早いんですけれども、Apple TV 4K と比較しちゃうと、キューブの方がちょっとワンテンポ遅れている感じがあります。Google TV ストリーマーとも一緒に比較したりもしてみましたが、Apple TV 4K はヌルヌルでもたつく感じが一切ありません。しかも同じ動画を見ても Apple TV 4K の方がちょっと綺麗に見えるんですよね。この辺は Apple TV が使用するディスプレイやテレビによりカラーバランスの調整を自動でやってくれるっていうのもあるでしょう。ディスプレイに合わせて色味も最適化してくれる。特に HDR 対応のディスプレイほど美しさも違う気がしました。これ私の動画は別に HDR 対応コンテンツじゃないんですけれども、同じディスプレイで同じ設定でも明らかに色味は違うんですよね。ディスプレイの設定をいじったり、HDR をオフにしたり、いろいろ試したりもしたんですけれども、やっぱり Apple TV が美しく感じました。まあ、この辺は映像チップだけでなく、インターフェースも違いますし、動作するアプリ、ソフトウェアも違うんで、一概には比較できないんですけれども、Apple TV 4K は高性能ゲームもサクサク動いてしまいますからね。スマートフォンや iPad と同じチップを積んでるって時点でもう叶わないんじゃないかなって思ってます。Apple TV 4K は第2世代から第3世代で処理スペックが上がったっていうのもあるんですけれども、値段を6000円も下げて 4K に一本化したのも非常に素晴らしいんですよね。対する Fire TV Cube はそこまで進化もせず5000円も値上げ。そりゃ比較すれば劣ると感じるのも必然なのですよ。そもそもの話、Amazon デバイスって広告がありきで成り立ってる製品ですからね。Amazon デバイスだけ広告をオフにできないデバイスであり、年々この広告も増えている。ホーム画面だって分かりづらくごちゃごちゃなんだけど、これだって Amazon デバイスが安いから許容できていた話なのです。それが Apple TV と同じ価格ってなると、ちょっと話は変わってきますよね。Apple TV は処理スペックだけでない UI の分かりやすさもありますし、AirPlay といった Apple エコシステムの素晴らしさもある。iPhone を使ってるんだったらなおさら Apple TV を所持することでできることも増えますからね。ただ勘違いしてはいけないのは、これはあくまでキューブとスペック比較した場合の話。
Amazon には Fire TV Stick という格安デバイスがある。動画視聴が目的なら Fire TV Stick より格安なデバイスはないのです。Apple TV の難点としてはアプリの少なさもあります。例えば動画アプリでは TVer に未対応だったり、Xbox や GeForce Now といったクラウドゲーミングにも対応していません。DTCP/IP アプリにも対応してませんので、地デジの録画番組を見るのも難しい。リモコンは充電式で質感も良いんですけれども、ボタンの押し心地や操作性は悪いんですよね、これ。スライド式のタッチボタンは変な操作をしてしまうことが多いんです。Apple はホームポットというスピーカーの値段も高いから、ホームシアターまで考えているならなおさら高額。Amazon はスピーカーのエコーシリーズも格安であり、Amazon デバイスはセールで激安になるってのも大きな違いなのでした。はい、それでは最後に Fire TV シリーズのセール価格について。Amazon デバイスはセールで大幅に安くなるってのはご存知の通り、価格が変われば話も全く変わっちゃいますからね。特にここ数年は Amazon で開催されるセールの数も増えており、Amazon デバイスが定期的に安くなるのが当たり前。ほぼ毎月のようにセールも行われているので、定価で Fire TV を買うって人は私ぐらいだとも思っています。というわけで現行モデルの価格推移をまとめたい。4K と 4KMAX が発売したのが2023年10月なので、そっから2024年の11月のブラックフライデーセールまでの価格を置いておきます。去年衝撃的だったのが、10月に発売したばかりの最新モデル Fire TV Stick 4K を翌月11月のブラックフライデーセールで 47% オフで販売したこと。しかもこれが今までの最安値だったのです。2024年7月に開催された Amazon プライムデーでもこれ以上は安くもなってないし、10月に値上げしちゃった今となっては今後これ以上安く買える可能性も低いでしょう。Amazon セールでオフ率が高いのが、昔からの大規模セール、7月のプライムデー、11月のブラックフライデー、その次が10月のプライム感謝祭。あと横並びなのが、初売り新生活ゴールデンウィーク季節先取りホリデーセールといった感じ。前年の傾向を考慮すれば、ブラックフライデーで買っておくのが間違いない。もちろん最安値を目指す必要はないのですけど、近場でセールがあるならそのセールに合わせて買った方が良いですよね。この辺は機械損失とのバランスで価値を判断されると良いかなと。まあ言っても、ストリーミングデバイスってもともと安い部類のガジェットですからね。デバイスを安く提供して、その後のサービスで回収するって仕組み。特に動画のサブスクリプションには気をつけてください。まあこれ気づいてるとは思いますが、サブスクって意外と高額で、サブスクを見直すだけで数千円は浮いちゃいます。私なんてサブスク契約した月に解約手続きもしてますからね。サブスクを1ヶ月だけ契約することで使う気にもなるし、お金も浮く。4K テレビだからといって 4K プランにする必要もなく、フル HD って思っている以上に綺麗です。そもそも映像の美しさって解像度だけでは測れず、むしろディスプレイの影響の方が大きいのです。かくいう私も実は最初は映像さんの 4K ディスプレイ、フレックススキャンで検証してたんですよね。HDR に対応してないことに気づき、せっかくだから提供してもらったイノくんのディスプレイを使うかって使ってみたんですけど、まあ比べてみて発色の良さに驚いたわけです。映像さんのフレックススキャンは一昔前に1台10万円以上で買ったのですけれども、同じぐらいの価格で HDR1000 のミニ LED が買えるってのもびっくり。ミニ LED だって少し前は30万円くらいはしましたからね。まあ用途の違うディスプレイで比較するのもどうかとも思いますし、提供品なのであんまりベタ褒めするほどに嘘くさくなっちゃうんですけれども、控えめに言ってもミニ LED で HDR1000 でこの価格は恐ろしい。しかもリフレッシュレート 144Hz で32インチですからね。ゲーミングディスプレイ使ってる人ならこの化け物加減も分かっていただけるかなと。強いていまいちな点を挙げるなら、スピーカーの音質とスタンドやボディの質感の悪さ、あとは操作パネル、OSD の使いづらさでしょう。モニターのコスパでは圧倒的であり、スピーカーもスタンドも自分で用意できるなら最高。この特性を理解して使えるユーザーなら、これ以上ないディスプレイなんじゃないかなとも思いました。いずれにせよ Fire TV が安くなるならエコーも安くなるし、イノくんのディスプレイも Amazon セールの常連。どれもかしこも Amazon セールで大幅に安くなっちゃいますからね。セール情報については概要欄にも記載しておりますので、よろしければそちらもご覧ください。はい、最後にまとめです。今年度は HD モデルが新しくなった Fire TV シリーズでしたが、結局のところ昨年とラインナップは全く変わっておらず、すべての Fire TV スティックが値上げしただけという話でした。それを踏まえた上で購入するというのなら、やはりコストパフォーマンスが高いのが Fire TV スティック 4K ですね。Fire TV Stick HD は安いとはいえ4年前のモデルのリパッケージ品であり、処理速度が遅く論外。だったら3000円の差額を払って上位モデルの Fire TV Stick 4K にするかなと。
さらに3000円を追加すれば上位モデルの 4KMAX となりますが、正直 4K モデルとのスペック差は体感できなかったし、このスペックに 12,980 円は高額。だったら 4K で良いという結論でした。Fire TV Cube は間違いなく高スペックですが、4K との差額は1万円にもなりますからね。ストリーミングデバイスとしても高額であり、他社デバイスに比べてスペックコスパが悪いのも間違いないでしょう。そもそも安いが売りの Amazon デバイスだったはず。高性能とか高級感とかそういうものを求めたらダメですよね。いかにコストパフォーマンスが高いか、アホみたいに安く買えるかって話だったと思うんですよ。Amazon デバイスを選ぶ理由も安いという点に尽きる。他社よりも安いなら話はまた変わってくるし、セールで安くなるのも Amazon デバイスの利点ですからね。この調子だと今後はどこも進化する可能性は低いので、それを踏まえた上で安いタイミングで買っておきたいところ。年末のブラックフライデーでは間違いなく安くも買えますからね。特に今年の Fire TV はクラウドゲーミングに対応したってのがでかいです。Apple TV や Google TV では Xbox クラウドゲーミングはプレイ不可能ですからね。Xbox ゲームパスはゲームサブスクで圧倒的なコスパを誇るわけで、Fire TV スティック 4K を所持するだけでこれがどんなもんか試せるんなら悪くもないでしょう。動画のサブスクと変わらない料金でゲームをやりたい放題。多少の遅延を鑑みたとしてもこんなにコスパが高いサービスもないわけで、動画だけでなくゲームを楽しみたいって人にも素晴らしいデバイスなんじゃないかなとも思いました。いや本当思った以上にゲームプレイができちゃって、RPG だけじゃなくアクションゲームも快適で結構びっくりしちゃったって話はまた近いうちにできればと思っています。というわけで今回はこの辺でおしまい。